こんばんはこんばんは。まあそうだね、リアルタイムが夜だからだけど今日も打ち合わせやっていきたいなと思いますけど、元ハイ&マイティカラーでツーサイドワンブレインというバンドをやっているメグです。はい、サッシです。お願いします。お願いします。今日も元気いっぱい打ち合わせをやっていきますよすごいちゃんと意識してるね、なんかなんかいろいろでもちょっと意識しないといけないことが多くて、ちょっとスタッフってなるなこれちょっと待ってよ。パイパイね、なりながら今回で3回目となる打ち合わせですけど、また、はい、この僕らのプロジェクトについていろいろ内容を詰めていこうかなというふうに思っておりますお願いします。今日はね、前回参加してくれたオッキーは不参加ということで、なんか別件の仕事があるって言ってたね。今日も、前回から引き継いだそのアジェンダ、議題みたいのもありつつも、またちょっと新しい話もちょっとちょこちょこいろいろあるので、それをまた打ち合わせ進めていけたらななんて思ってます。でもまずはあれかな、動画に来たコメントをちょっとね、拾っていく回を先に、そういうコーナーを先にやってみようかなと思います。これ1本目の動画に来たコメントなんですけど、海外の方からの、コメントがありまして、メタリック J ロッカーさんが、I have been waiting and hoping for new high and mighty color since they disbanded。解散してから新しいハイエンドマイティカラーに期待していますってことかな。で、I don't know if these meetings will lead to new high and mighty color, but I'm looking forward to seeing what Meg and Sashi will come up with。 あれか、これが新しいハイエンドマイティカラーにつながるのかは分かんないけど、サッシーとメルがやることに期待してるよ的なことかな。嬉しいですね、海外からのコメントね、ちゃんと届いてるんだなっていうのもありつつね、でも多分サブタイトルあるよっていうのはちょっとアナウンスしときたいな。でもタイトルとかでやったらいいのかな、それは。英語の字幕でも見れるよみたいなアナウンスしときたいな。で、2本目のオッキーが出た動画に対するコメントがこちらの方にもコメント来てるので読んでいこうかなと思います。 VTuber 朝さん、この VTuber さんはね、もともとハイ&マイティカラーのこともよく見ていらっしゃった方なのかな。なんか、僕もその今やってるツーサイドワンブレインっていうバンドの方にもよくいらっしゃるし、っていう感じなんですよ。賑やかな会議ですね。プロジェクト名の略称がハイカラに近いのはファンには熱いかもです。動画作るにあたってのオッキーさんのコメントに思わずうんうんとうなずいてしまいました。スマホで作るとかイラストとりあえず用意してそれ動かすとかやってます。VTuber だからね。そうです。それこそ絵を動かすっていうことにはすごく長けてる。これからのこのプロジェクトがどんな風に進んでいくのか楽しみにしてますねって。ありがとうございます。どうですか。よくね、ほんと前から個人配信とかでも来てくれてるし、いろいろアドバイスもらいつつ、大きいいるとあれよね、ほんと賑やかにはなるよねちょっとうるさいぐらいだったもう登場からさタースみたいな感じで入ってきてるからすごい圧だったもんね。あれやられるとね、ちょっとこっちも引っ張られちゃうのでいい意味でで、フォルテ1883さんから、自分にとってハイカラは今でも一番かっこいいバンドです。ずっと聴いてます。当時は中学生高校生で地方のためライブに行くことができなかったのがずっと心残りでした。これからの活動に期待しかないです。お二人が作る楽曲ならどんな方向性であっても最高です。メグのアイデア略してハイカラがファンとしては素敵だと思いました。好評僕のアイデア地方の方だそうですよ、当時は。いや、活動期間がマジで短かったからね、ハイカラって。そうだね、なんかある年はあれだよね、結構土佐回りというか本当にいろんな地方に行こうってことで年間50本ぐらいライブやった年もあったよね、ハイカラで。そんなやってたんだ、あの時って。
なんかそれぐらいだった気がするで、数字がちょっとうろ覚えだけど、まあでもそれでも全国は回りきらんかったからね、47都道府県ということはちょっとできなかったから、確かに中高生にはちょっと会場が遠いみたいなことはいっぱいあったかもしれないね。そうね、でもまあこうやってね改めてインターネットでつながるみたいなことは今は昔よりもやりやすいからな、なんかもうちょっと距離近めっていう感じな雰囲気にできるのかなまあなんかねリアルタイムで結構いろんなことは知ることができると思うから、その当時よりは。確かにね。このプロジェクトでもライブとかいずれやっていけるといいね。なんかそうね、やっぱ、作品とライブはそれがないとなんか実体がない感じもするしね、俺らとしては。そうだね、本当やりたいところであるからな、まあなんかこういう活動していくとどんどん話題も集められるのかなと思うので、話題を頑張って集めていってライブとかもできるようになっていけるといいななんて思いますね。続きまして、これはねメグ_ツーサイドワンブレインさんからですね。これはアンチコメントだな。これ打ち合わせなのに左の人は節々でヘラヘラしすぎというか笑いすぎだと思います。もう少し真面目に打ち合わせに取り組むべきだと思います、すごく厳しめの意見をいただきましただいぶもう中の人のコメントでなんか一応ちょっとコメント桜で入れとこうかなと思ってめちゃめちゃ出とるちょっと節々で笑うのを控えめにしようかなと思います。でその後のね編集とかもその米主がきっとやってるからよりそういうところが目についた多分ねその編集した後に酔っ払ってコメントしたんだと思う。編集終わってお酒飲みながら笑いすぎやねんみたいなカットするの大変やねんみたいなことだと思いますけどね。はい、貴重なご意見ありがとうございました。すごい自演オツ感半端ないですけどまあコメントはこんな感じかなと、いろいろね意見いただけて、なんかこれから話す議題にもまたちょっと反映させることができるんじゃないかっていうものもありましたね。じゃあいよいよ打ち合わせをね進めていこうかなと思いますけど、今日の1個目の議題はプロジェクト名のアイディア出しの続きということなんですけど、実はこれね僕がこれもちょっと酔っ払ってる時だったけどはって降りてきたのがあって、このプロジェクト用の LINE グループがあるんですけど、そのグループの方にアイディアとして落としたんですけど、それから言っちゃっていい？なんかサッシも考えてきた？ちょうど考えてる時にそれ来て、いいじゃんって思ったから、それを述べてもらってなるほどなるほど、これねだからコメントではね略してハイカラーはファン的に熱いですみたいなコメントをねいくつか、2つかいただいてて、それをなんかぶっちぎるようで本当に申し訳ないんだけど、自分で出したもののちゃぶ台返しみたいになっちゃうんですけど、なんか最近ちょこちょこ僕が個人的に量子力学のかいつまむ程度にちょっと勉強してたりとかしてて、何に使うってわけではないんだけど、なんか興味深い分野だなと思って調べてた時があって、なんかね量子力学って、いわゆる物理学っていうのがあると思うんだけど、それのもっとこう原子とかそういうのは習ったじゃんね昔、この、水平リーベとか、あれよりももっとさらに細かい部分でものを見ていくと、なんか法則が反転したりとかそういうことが起こったりとかするみたいだわけ。ちょっとうろ覚えだけどいろいろで、その中でなんか実験の中でさすごく面白い実験があって、ダブルスリット実験っていう実験があって、なんかとある科学雑誌では最も美しい実験の一つとしてもなんか受賞っていうか、そういうアンケートでトップを取ったみたいなそういう実験なんですけど、光を使うわけで、光もあれ物体っていうかなんかことなんだよ。なんかその情報によると
でこの光を1個のところからこうパッて射出する。でその先に2つの穴を用意してて、これ説明めっちゃ難しいななんかね、とりあえずそういう同じ条件で1個の光を放つ光源で2つの穴があって、そこを通すとこの粒子っていうのが普通まっすぐそのまま通り過ぎると思うんだけど、穴を通ることでちょっと曲がるんだって。曲がったりとかするって射出して毎回それが同じ場所につくと思いきや、結構ね全然違うところに着弾するんだってさ、その穴を通ると毎回結果が違うんだけど、だからこの現象っていうのが音楽っていうものを起点にした時に、僕とサッシーという2つの穴を通って、1個はハイ&マイティからという結果に行き着きました。もう1個は今から起こる何かに行き着きますっていう、そういう意味合いを持たせることができるかなと思って、ダブルスリットっていう言葉をまず使いたいなっていうのが1個あります。でね、まあなんかこの実験についてそんな詳しく喋ってもあれだけど、まあ最終的にでもこれ何回も繰り返すと、よく弾がこの光が着弾するところと全くしないところ、するところしないところって波状に結果が出るようになるらしいんだけど、まあそれも一個の結果としては面白いなって。だから僕らも何回かやってたら同じように僕とサッシを起点に同じ実験を繰り返してたら、1個はハイ&マイティカラーにまた行き着くこともあるだろうしっていう、そういうなんだろうな、パターンはいろいろあるけど、結局その結びつく結果っていうのは似たところにこう集積されていくっていう、そういうのもまたちょっと面白いかなと思ってて、そういう量子力学の実験の名前を使うと結構僕らの活動にリンクする気がして、しっくりきてるよって思ったんだけど、どう感じたかみたいなの聞いていきたいなって思うんですけど。まあ普通にワードとしても2人を起点にするプロジェクトだからいいなってまず思って、でなんかその説明も偶然なようで必然ってことでしょ。なんか必然というか、そういうことです。はいそういうなんだろう、結果はやっぱ出るから、だからそのハイカラじゃなかった時の2人のものをまあ今決めてる段階であるけど、それがなんかこのプロジェクト名と今始めることとすごいやっぱリンクするからいいんじゃないかなって思ったよね。でだからダブルスリット実験ってそのまま英訳するとダブルスリットエクスペリメンタルとかになると思うんだけど、なんか堅苦しいイメージになるから、ダブルスリットに加える何かワードはちょっと欲しいなと思ったんだけど、ダブルスリットだけで終わったらなんかあれじゃん、チャイナ服かなみたいな感じのチャイナ服の話してんのみたいな、ちょっとセクシーなそういう雰囲気にもなっちゃうから、それをねすごい考えてて、それが結構難かったのよ。何が続くと音に落とし込めるんだろうなみたいな。はい確かに。だから例としてはまあダブルスリットサウンドとか、ダブルスリットウェーブとかそういうところになっていくのかななんて思うんだけど、まあだから結果的に略してハイカラなんて全く言えなくなったみたいな感じにはなっちゃうんですけど、なんか名前の意味合い的にはすごくしっくりくるなと思って、だからね多分なんかもう一個ワードついてても略語ってダブスリとかになるのかななんて思ってたり、でもねなんか略称はいいなってますね、ダブスリ。ダブスリでググってみようか。誰かいるからダブスリ。なんかでも使われそうよね。確かにそれ調べてなかったわ。ダブルスリーブっていう、これなんだ YouTuber？ なんだこれ。なんか2時3時から出てきた。2時3時って何？大手ですよ。大手 VTuber の。VTuber か。VTuber の事務所？2時3時。なんかねそこの多分2時3時所属の人たちのコンビ。やべえ。すごい大手とバッティングしちゃってるわけか。でもね。でもあんま出てこないか。被ってないのはすごいいいですね。
そうだよね。一番トップに上がってくるのがその2時3時のダブルスリーブだもんね。鏡隼人さんっていう方と社畜さんがのコンビ名ってことね、よくあるよね、その V とかそういう配信の人とかもコラボ配信とかでやるその枠をそういう風に名称をつけていったりしがちだもん、ああそういうこと。そうそうあ、じゃあ僕らがそれを本格的にやった時にバッティングあんましなさそうだね、ダブルスリットなんとかの方向性でいきたいこうかな。この2つのスリットから生まれる音楽っていう感じでね、一部の量子力学ファンたちに激刺さりかもしれないどこターゲットにしてんだからそれちょっとだからこのダブルスリットなんとかをもうちょっと考えようかゆっくり、まだね実際曲も出てるわけじゃないからちょっと保留、引き続き保留で、いやでももうちょいよねこれね。そうしましたら次の議題いこうかな。動画制作方法について。実はね、リアルタイムで言うと今日さっき昼過ぎぐらいに僕の知り合いのビデオグラファーをちょっとスタジオに招いて打ち合わせをしたわけですよ。でもともとその東京とかでそのビデオ作ったりとかもしてる人だったから、そういう僕がクオリティもしっかり担保してそんな状態でやりたいですっていう気持ちもめちゃくちゃ組んでくれた上でいろいろ言ってくれたのが、とりあえず白バッグがサッシーさんのところにもあるといいですよねっていう話にはなってて、で一応グリーンバッグはありますよっていう話はもうなって、なんか割とそれでどうにかできそうですけどねという。僕は僕でスタジオを白バックにしてるから、だから2人とも白バックで演奏してるような感じでなんか作れるんじゃないですかねっては言ってた。あとは映像の質感クオリティだけどうにかなればみたいなことで、ちなみにそのグリーンバックって今バッて広げてる感じだよね。そう広げてる。もう本当は布よ布。白バック、グリーンバックでも後ろ白にしてなんか同じ空間っぽい感じの演出にしてそこで演奏してますよ感を出すかできるんじゃないかなと思いますけどとは言ってて、なんか持ち帰ってちょっと僕も考えてみますっていうふうに言ってくれたので、ちょっとこれも曲作りながらいろいろ考えてみましょうかな。次はそれぞれ楽曲の進捗確認に議題進めていこうかなと思います、ちなみに、サッシーのデモ曲、早速上げてきてくれたデモ曲についてはいろいろ僕の方でもプロジェクト立ち上げて整理したりとかしているところで、MIDI データをまたねちょっと追加で今受け取ったりとかして、あれやこれやちょっとリハも、コード変えるかメロ変えるかみたいなところで、一応取り掛かってはいるで、あれイントロとかさリフかっこいいからさ、リフのところだけでもさ、サクッと仕上げて、例えばこの動画の終わりとかにさチャンネル登録してねみたいな感じの画像と一緒に使うのも全然ありだなと思って、いいんじゃない。そうなんだよ、そこをやりたいから作った曲だったからあ、そうなんだそれこそこのトーク中にやってる曲とかもね、本当は自分たちで作ったので、用意したいもんで理想をそういうのをもう DIY でやっていくが、本当はベターというかベストで、今なんか YouTube のオーディオライブラリのフリー素材使ってるからそこは作らないんかいってなると思うのでいずれやりましょう、だからちょっとそれもう少し具体的にあれに進めていくのでもう少々お待ちください。多分次のミーティングまでにはある程度形になったものを見せられるんじゃないかなと思います。で、あれか、カバー曲の件か。あとは、僕が送ったカバー曲、ちょっとまだサッシーに先ほど送っていただきましたが、まだちょっと開けてなくて確認できてないんだけど、なんか今回そのカバーで上げてる曲が
今まで僕らがやってきたようなロックとかそういうことではないから、例えばサッシーでいうとどこにサッシーらしさを出していくかとか、そうなんか今までサポートミュージシャンとしていろんなドラムを叩いてはいるはずだから、違うジャンルを演奏すること自体は全然、なんていうのかな、問題なくやれると思うんだけど、そこに自分の色をどうやって足すかみたいなのもね、ちょっとキャッチボールしながら詰めていきたいところだよね。自分らしいドラムみたいなのも意識してやった感じ。意識はしてないけど出ちゃうよねあ、まあそうだよね。自分らそうだよ、自分らしさなんて結構意外とそんなもんだったりするからね。ちょっと後で実際聞いてみて、また LINE とかでちょっといろいろキャッチボール進めていきましょうか。はい、ありがとうございます。スムーズにいければちょっとね、なるべく早い段階で皆さんにも聞いてもらえる感じにはなるだろうね。とりあえずそうだね、今ボール僕が全部持ってるわ今日もまたちょっと作業すると思うので、ボールを返せるようにしますね。そうしましたら次の議題ですけれども、想定するボーカルについてっていうところで、今進めてるカバー曲に関しては、またはるかにお願いできたらななんて個人的には思ってるんだけど、別にこれに関してはパッと進めていってもいいのかななんて思ったりしまして、だからその僕らが今進めてるこの2曲に関しての、そのボーカルっていうこともあるんだけど、ちょっとねこの話を実際取り掛かってみて、これいいんじゃないかっていう感じで思いついたボーカリストがいるんだけど、僕の仲いいインフルエンサーでデリバっていうゲイの TikToker がいるんだけど、TikToker っていうかインフルエンサーか、この人にちょっと話振ってみようかなと思って。なんか歌うまいわけよ。デリバさんは知ってる？デリバさん、いやどうだろう。あ、わかった。この間いたな。いた？テレビズの時。テレビズナイト。いた？おもろい人だった。そう、なんかね、サービス精神旺盛で、結構飲みに行ったりとかするわけよ、この人と。サシとかでも行くし、まあ全然僕はのんけなんですけどまあでも歌もなんかいい感じの声で歌うし、でもね実際この歌ってみたみたいな動画も YouTube とかで結構上げてる人なんだけど、どのジャンルでも歌って綺麗に歌いこなしはするから、どんなパターンの曲でも合いそうだなって思うけど、まあなんかちょっとシティポップ感が強い曲とか合いそうだなって思ったりするかな。だからこの人にターゲット絞ってサビだけを何曲か上げてみて、なんか僕らの中でコンペしてもいいかもしれないしねっていうのができたらいいかなって思うけど、まああとは歌ってくれるかどうかは本人に聞いてみつつTikTok でもね、もう65万フォロワーとかいるからもうね、チャンネル登録者60何人の僕らからすると1万倍のフォロワーさんとかちょっと、全然違うからだ、そういう流れでいけたら面白そうだなって思ったりするので、だからまあ今ちょっと僕がその2曲のボールは僕が今持ってる状態だけど、手すきでイメージできそうだったら、ちょっとこの人の TikTok とかも見ながらイメージしてみてほしいかも。ちょっとなんかいろいろ模索してみます。僕がサウンドプロデュースで入ってるデラックスとかともなんかコラボしてたみたい。こういう感じのノリで考えたらフューチャリングしたいボーカルとか思いつきそうだななんて。それこそなんかデラックスのボーカルの子に歌わせてもいいかもしれないやってくれるかは知らんけど前回のミーティングの流れでいうとそういうこともやっていけるなと思ったので、視野に入れててほしいです。まあ今日の議題っていうのはこういうところなんですけど、なんか前回のミーティングで触れた部分でサッシーは今こうやってドラムの背景にして、で多分今音質も音声今別撮りでねお互いやってるから改善します。で僕は実は固めをジャケットで表現してみました。
で名前はこうやってねギターとドラムのはいはいはいやつになってます、で本当は今日登場シーンでめちゃくちゃ美容液塗りたくった状態の顔でヌルヌルの人間性も表現しようかなと思ったんだけどちょっとそれカロリー高いなと思ったからやめましたもうそれねもう出落ちになっちゃうもんねそうで結局吹くところから始まるからさ違うなってなってうんまあそういう感じで前回の打ち合わせもちゃんと反映させてまあ少しずつ修正でなんかいろいろやってってるところなので頑張りますって感じの報告ですまあ今日の議題のまとめっていうところになってきますけど、プロジェクト名のアイディア出しの続きっていうのはまあコメントでもハイカラの略称いいですねっていうお声はいただいてたんですが、すいませんちゃぶ台返しするようで申し訳ないですがちょっとダブルスリットなんとかっていうこのなんとかの部分をちょっと今から引き続き考えていこうかなっていうところで今のところ落ち着きました、はい、で動画制作の方法も、まあ、少しずつ模索しながらなんだけどこのプロのビデオグラファーとかにも意見聞きながら、なんかそういう機材とかそういうところの話にもなってきそうだけど、少しずつそういうアイテムも集めながらなんかやっていけたらいいのかなっていうところで、まあ、進捗の共有みたいなところでしたね。で楽曲の進捗っていうのは、まあ、今サッシーが上げてくれたさっき送ってくれたデータをもとにちょっと僕の方でいろいろもんで、まあ、僕が今カバー曲とあとオリジナルサッシーの作ったオリジナルこの2曲のボールを今僕が持ってるのでなるべく早めに返せるように頑張りますっていうのと、で仮想ボーカル想定するボーカルっていうところでまあなんか具体的にちょっとデリバさんっていう人どうかなっていう話が上がりました、ってところかな。はい、結構ね具体的に進んでるよねなんだかんだ、どうですかなんか最終的に今日の打ち合わせは。それこそプロジェクト名でこの間のミーティングからメグのアイディアが出て、あこれだみたいな感じだったからダブルスリットが、あとそっから音に落とし込んだりとかもできそうだし、本当ねもうちょいよねマジで名前は、でそのコメントであったハイカラの略称とかは別枠というかそのここでの意味もちゃんとこうがっつり打ち出していきたいから、まあ取っておくっていうとちょっと匂わせになっちゃうかもしれないけど、なんかこう別枠にしとおきたいなっていうのがなんかあったから、確かにそう個人的にいいんじゃないですかね。そのダブルスリットだからそのハイカラじゃなかった新しいものをまあ作ってる人が中の人がやっぱ一緒だから、なんだろうハイカラのエッセンスはすごいやっぱ出る楽曲によってはあると思うんだけど、そこの方向性でも楽しんでもらえたらなってますが。でも確かにさ実際そうなってしまったらハイアンドマイティーカラーと混同しちゃうもんねやっぱねハイカラどっちのっていうみたいなことになってくるからそれも確かにねそうだからね置いとくというか、まあこの略称はもうハイアンドマイティーカラーだけのものにした方がいいかなっていう気もするね。あとはちょうどなんかその曲とかもいろいろリファレンスの曲とか探ってたんだけど、なんだろう俺曲書く時って割と歌のこと考えてなくて全然、だからそういうボーカル想定した曲を作りたいなっていうのがこのプロジェクト始める時に思ってたから、だからそういった意味で最初の曲は、その話で盛り上がってた時はそこにちゃんと想定があったの、歌としてみたいなやつだったんだけど、今ボールを預けてる曲が割とそこがほぼないそうほぼゼロの自分の核になるようなコアの部分だけで出しちゃったから、デリバさんの話とか、まあその歌を想定して書くっていうもののスタートでも
なんかやりたかったから、そこをどうしようかなっていろいろアイディアがねいっぱい出てきたところかな今日のところは。ただそれをちょっと落とし込む時間がちょっと一瞬忙しくなるからああこっからか、はいはい、そうちょっと隙間見つけてその何パターンかサビだけでもいいから書けるようにはしたいなっていう、とりあえずなんか止めたくないなっていう感じだね、確かにそうっすね。まあ僕としても結構具体的に進めたかな。さっきサッシーが言ってたみたいにそのダブルスリットっていうのが降りてきたのはやっぱりこうやって実際ねプロジェクトに取り組んでそれで生活の中でスッて降りてきたやつだったりとかするし、まあなんかアイディアとかいろいろ出てきたから、どうしたら猫がいるまあ猫がいる猫来た猫がいる来た黒映えなーっつってな丈太郎くんですはい、いいね、ちょうど活発起きたねまあなんかそんな感じで、このミーティングもね毎回結構有意義なものになってるのかなって感じてますけど、ちょっと見てる人が楽しいかどうかは置いといてなっちゃうけど近いうちにまたその成果物というか曲という形で何か見せられたりもするかななんて思うので、楽しみだなっていう感じです。はい、ということでちょっと最後に視聴者さんにメッセージという感じでさっしーさんからお願いしていいですかこれもエピソード0だよね。まだそうだねまだエピソード0で途中の本当下ごしらえぐらいな料理でいうと段階の作業かもしれないけど、横目で2人でやってんのねみたいな感じで頭の片隅に置いてもらえると、でそれが0から1になった時にこの風景とかもまた意味が出てくることになると思うから、なんか温かい目でこう見てもらいつつ実際形になったものを聞いて楽しんでもらえたらいいんじゃないですかね。書かれてる僕からもそうだねメッセージというかなんか X とかでもそうだし YouTube でもちらほらリアクションをこのエピソード0の段階でもいただけたりとかしてるし、なんかまだ動画見れてませんけど頑張ってくださいみたいなそういうコメントもよくあるんだけど、なんかそうさっきねサッシーが言ったみたいに実際に進んだ時にまたいろいろちゃんと見てもらえたら嬉しいかなって思ってて、もう本当にこの打ち合わせ動画とかはなんか休日の暇な時とかにこう一気見とかしてくれたら全然いいんだよね、なんかちょっと横目で見ながらね、応援してくれたらなって思います。なんかやっぱ01ってねすごくエネルギー使う、部分でもあるから少しでも気持ちを向けてくれたらモチベーションになるのでね、応援してくれたら嬉しいなと思っておりますお願いします、ということで今回のミーティングはここまでかなという感じです、じゃあここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。いいねと思った方はチャンネル登録、いいねボタン、ベルマークの通知お願いしますはい、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。